ゆっくり解説。一撃必殺の美学。昭和の時代劇スター伝説の殺人名シーンベスト10。ねえマリサ、最近のアクション映画も迫力満点だけど、昭和の時代劇って独特の美学があるわよね。一瞬の静寂から火花が散るような、あの盾の凄みって一体どこから来るのかしら？それは良い着眼点だぜ、レイム。昭和のスターたちはスタントや CG に頼らず、文字通り命を削って真剣勝負を演じていたんだ。今日はその中から、今も語り継がれる伝説の盾シーンをランキングで紹介していくぜ。伝説のシーン。聞くだけでワクワクするわ。でも、名場面を詳しく紹介するってことは、もしかしてお話の結末なんかも話しちゃうのかしら？ああ、盾の真髄を語る以上、物語のクライマックスや勝負の行方に触れるネタバレが含まれるから、未視聴の人は注意してくれよな。準備はいいか？それじゃあ、一撃必殺の美学、第10位から見ていくぜ。第10位。市川雷蔵、眠り京四郎、殺法帳、1963年。第10位は誰の作品なの？時代劇の盾って聞くと、やっぱり有名なスターが登場しそうね。まずはこの人、市川雷蔵の代表作、眠り京四郎殺法帳だぜ。1963年に公開されたシリーズの記念すべき第一作目だな。伝説の理由は、後の作品のような派手な演出に頼らず、特撮なしの生身の動きで見せる演月殺法そのものの美しさにあるんだ。円月殺法って、刀で円を描く構えのことよね。雷蔵さんがこの役をやるのには、何か特別なエピソードがあったの？実は、原作者の柴田連三郎は最初、映像化を渋っていたんだ。でも雷蔵が自ら柴田を訪ねて、目の前で円月殺法のデモンストレーションをしてみせたことで、ようやく許可が下りたっていう逸話があるのぜ。雷蔵本人の盾に、作者を納得させるだけの様式美と説得力があったってことだな。作者に直接見せに行くなんてすごい情熱ね。じゃあ、映画も最初から大成功だったのかしら？それが意外なことに、大英はこの一作目を失敗作だと結論付けていたんだ。雷蔵自身も虚無感や孤独感が消えて、明るく健康な人物に見えるって、反省していたんだぜ。その理由が面白くて、当時の結婚生活の幸せや安心感が出てしまったからだって話しているんだ。盾の技術は高くても、役の陰りがまだ足りなかった時期なんだな。幸せすぎてニヒルさが足りなかったなんて、なんだか微笑ましいわ。でも、ライバルとの戦いは迫力がありそうね。ああ、城健三郎。後の若山富三郎が演じる少林寺拳法の使い手、陳孫との対決が最大の見どころだぜ。後の作品みたいに残像の特殊効果を使わずに、無駄のない動きと最短距離の一撃で決着をつけるのが、かえってリアルでかっこいいんだ。様式美と生身の迫力が同居した、まさに伝説の幕開けにふさわしい盾なのぜ。第9位。片岡千恵蔵、13人の資格、1963年。第9位は、東映の御太鼓と片岡千恵蔵さんの13人の刺客ね。さっきの集団戦の話もすごかったけど、千恵蔵さん自身の盾はどうだったのかしら？この映画での千恵蔵の盾はな、ただ敵を切る技術を超えて、武士が背負う覚悟の重みそのものを描き出しているのが最大の特徴なんだぜ。覚悟の重み？なんだか言葉だけでも迫力を感じるわ。ああ、というのも、30分に及ぶ地獄のような泥試合の果てに、千恵蔵演じる新左衛門が放つ人たちが、あまりにも静かで重厚だからだ。13対53という圧倒的不利な混戦の中で、千恵蔵だけは常にスターにしか出せない静かなる威圧感をまとっているんだぜ。激しく動く周囲とは対照的に、どっしりと構える姿がたまらなくかっこいいのぜ。具体的には、どんなシーンにその美学が現れているの？象徴的なのは出陣前の三味線のシーンだ。静かに糸を引きながら、侍として死ぬ方が楽だと語る場面は、盾以前に死を飲み込んだ男の凄みが凝縮されている。そしてクライマックス、ついに暴君聖将を追い詰めた際、怒りに任せるのではなく、最後のご奉公として一戦の元に葬る姿は、
まさに様式美の極致と言えるぜ。一撃に、武士としての全てを込めているのね。ただ倒すだけじゃない深みを感じるわ。さらに伝説なのが、成次を撃った直後、宿敵祈祷半兵衛に対してわざと刀を下げ、切られながら、お主も足を切らねば侍の一分が立たぬだろうと、語りかける最後だぜ。一撃必殺の先にある武士の品格をこれほど見事に表現したシーンは他にない。知恵像の圧倒的な風格が、泥臭い戦いを高潔な物語に変えた、正真正銘の伝説的名シーンなのぜ。第8位、高橋秀樹、宮本武蔵、1973年、松竹。第8位は高橋秀樹さんの宮本武蔵ね。秀樹さんといえば今では温厚なイメージだけど、この頃の武蔵はどんな感じだったのかしら？この作品での高橋秀樹はな、とにかく野生的で力強い、泥臭いまでのリアリズムが最大の魅力なんだぜ。ただかっこいいだけの剣豪じゃない。生きるために必死に刀を振るう、銅の武蔵像を確立したんだ。野生的、映像もなんだか独特だって聞いたことがあるわ。ああ、加藤康監督の代名詞、康アングルが炸裂しているのぜ。地面スレスレ、時には水中にまでカメラを沈めて撮影するんだ。これによって、武蔵が地面を蹴る足運びや飛び散る砂塵が、ダイナミックに映し出されて、縦に圧倒的な重量感が生まれているんだぜ。水中まで、それは迫力がありそうね。有名な一乗寺の決闘はどう描かれているの？吉岡一門70人を相手にする一乗寺下り松のシーンは語り草だぜ。高橋武蔵は名目人の少年、源次郎を躊躇なく切り捨ててから乱闘に入るんだ。追い詰められた極限状態で、無意識に日本の刀を使い始める描写は、凄惨ながらも凄まじい気迫に満ちているのぜ。少年まで切り捨てるなんて、巌流島の決闘も、他の映画とは違うのかしら？全然違うぜ。加藤監督は巌流島に大雨を降らしたんだ。画面の下半分が水面で占められる中、小次郎の薙刀よりもさらに長い、手製の貝を構えて武蔵が現れる。雨の中で一瞬にして勝負を決めるこのシーンは、映画独自の殺気と迫力が最高潮に達する瞬間なんだぜ。秀樹さんの大きな体格と、監督のこだわりがぶつかり合った名シーンなのね。その通りだぜ。伝統的な武蔵の物語を、独自の視覚美と圧倒的なパワーで塗り替えた。これぞ、昭和の映画ファンを熱狂させた伝説の盾の一つなのぜ。第7位、万屋金之助、宮本武蔵、一乗寺の決闘、1964年、東映。第7位は万屋金之助さんの宮本武蔵一乗寺の決闘ね。この5部作は時代劇ファンなら誰もが知る金字塔だけど、この作品の盾は他の武蔵映画と何が違うのかしら？内田智監督が追求した、極限のリアリズムが他の作品とは一線を画しているんだぜ。綺麗な立ち回りを見せるスターの姿じゃなく、生きるか死ぬかの瀬戸際に立つ一人の人間としての、むき出しの闘争が描かれているのが最大の特徴だな。一人の人間としての闘争。金之助さんが泥まみれになって戦う姿が有名よね。ああ、特に伝説的なのが滋賀県の湿地帯で、20日間もかけて撮影された73対1の決闘シーンだぜ。明け方の薄闇を表現するためにあえてモノクロで撮影されていて、その殺伐とした空気感が凄まじいんだ。金之助は鼻水を流し、目を見開いて、田んぼの泥に足を取られながらがむしゃらに刀を振るうのぜ。それほどまでに過酷な戦いだったのね。幼い総大将を切るシーンもあるって聞いたけど、そこがこの作品の最も衝撃的で、かつ重要なポイントだ。武蔵は生き残るために、名目人の少年源次郎を迷わず突き刺すんだ。あまりの非常さに周囲から鬼や悪魔と罵られるが、そこで武蔵が己の信念を叩きつけるのがこのセリフだぜ。殺さなければ殺される。我、ことにおいて後悔せず。殺さなければ殺される。自分の信じた剣の道を突き進む。凄まじい覚悟を感じるわね。そうだぜ。勝負に勝っても喜びはなく、ただ泥にまみれて走り去る武蔵の姿は、見る者の心に人間の業を強く訴えかけるんだ。様式美を捨て去り、
命のやりとりの本質を描き切ったこの盾こそ、時代劇史に残る真の伝説なのぜ。第6位、真田広之、必殺法、恨み晴らします。1987年、松竹、ABC。第6位は真田広之さんの必殺法恨み晴らしますね。真田さんといえば今や世界的なスターだけど、この作品ではどんな伝説の盾を見せてくれるのかしら？この映画での真田広之はな、シリーズ史上最も美しく、そして最も型破りな悪役、奥田右京之介を演じているんだぜ。伝統的な時代劇の枠を、ジャック仕込みの驚異的な身体能力と、現代的なセンスで破壊した、昭和末期のアクションの到達点と言えるな。型を破壊した。具体的にはどんなキャラクターだったの？右京之介は終始一貫して妖艶な雰囲気をまとっているんだが、面白いのがその口調だぜ。モンドと対峙する緊迫した場面で、突如として〇〇だっつーのといった、まるで現代の若者のような喋り方を混ぜてくるんだ。真田の美貌と存在感のおかげで、それが逆に底知れない不気味さと余裕を感じさせる演出になっているのぜ。時代劇なのに現代的なセリフを。でも、一番の伝説はやっぱり立ち回りなのよね。ああ、燃え盛る円光院での最終決戦だぜ。白装束の真田が超高速で長大な薙刀を振り回す姿は、まさに狂気と美しさが同居した演舞そのものだ。だが最大の衝撃は、モンドと一対一で向かい合った瞬間、背後からお玉が鉄砲で右京之介を撃ち抜く結末なんだぜ。崩れ落ちる右京之介が呆然と放った一言。そういうのありかよはあまりに有名だな。かっこいい余裕を見せていたのに、最後は呆れながら死んでいくなんて、なんだか笑っちゃうような、不思議な哀愁があるわね。そこが面白いんだぜ。超絶アクションを鉄砲一発であっさり台無しにする。この、かっこよさの破壊こそが、既存の時代劇を壊し続けた必殺シリーズの真骨頂であり、昭和を象徴する伝説の名シーンなのぜ。第5位、和歌山富三郎、子連れ狼、甲賀市腕菓子つかまつる。1972年、東宝、勝プロ。第5位は和歌山富三郎さんの子連れ狼甲賀市腕菓子つかまつるね。乳母車を押しながら戦うお侍さんっていう、すごく強烈なイメージがあるわ。ああ、和歌山富三郎の盾はな、一言で言えば重戦車のような破壊力なんだぜ。ただ刀で切るっていうより、獲物ごと叩き潰すような凄まじい威圧感があるのが最大の特徴なんだ。叩き潰す。なんだか盾のイメージを超えちゃってる気がするわね。そう感じるのも無理はないぜ。和歌山は柔道や古武術の達人でもあったから、全身のバネを生かしたアクロバティックな動きがすごいんだ。あの体格で宙を舞い、着地と同時に敵を真っ二つにするスピード感は、まさに鬼気迫るものがあるのぜ。具体的には、どんなシーンが見どころなのかしら？代表的なのは、やっぱり乳母車に隠した仕込み武器を駆使する戦闘シーンだな。三角健二監督によるスローモーションの演出が、吹き出す飛沫と和歌山の鋭い一撃を、残酷なまでの美しさで捉えているんだ。息子の大五郎を連れて冥府魔道を生きる覚悟が、一刀の振るう刀に人間離れした凄みを与えているぜ。我が子を守りながら鬼として戦う姿に、圧倒されるわね。その通りだぜ。伝統的な盾に強烈なパワーとリアリズムを叩き込んだ和歌山富三郎のスタイルは、後に世界中の映画ファンを虜にしたんだ。この重量感あふれる立ち回りこそ、まさに伝説と呼ぶにふさわしいのぜ。第4位、近衛十四郎、柳生武芸帳、シリーズ、1961年、1964年、東映。第4位は近衛十四郎さんの柳生武芸帳シリーズね。松方弘樹さんのお父様としても有名だけど、近衛さんの十兵衛はどんな魅力があるのかしら？そうだな、近衛十四郎の十兵衛こそ、戦後の時代劇における柳生十兵衛のイメージを決定づけた伝説のキャラクターだぜ。原作や他社版では別の登場人物が主役だったんだが、東映が近衛を主演に据えたことで、全9作も続く大人気シリーズになったんだ。十兵衛が主役になったのは東映版からなのね。近衛さんの盾は、
やっぱり他のスターとは一線を画していたの？ああ、一言で言えば、神速の一言に尽きるぜ。業界内でも、日本映画史上、最も盾が上手い役者と評されていてな。とにかく刀を抜いてから収めるまでの動作が驚異的に速いんだ。当時のフィルムのコマ数では動きを捉えきれないとまで言われた。まさに伝説のスピードなのぜ。フィルムで捉えきれないなんて、本当の達人みたい。具体的なシーンではどんな凄さが見られるの？具体的には、忍術映画らしいワイヤーを使ったド派手なジャンプと、この絵自身の重厚な剣技が融合したアクションが見どころだぜ。特にシリーズ第一作での山田不月斎との決闘なんかは、空中で決着がつくような派手な演出がありつつも、この絵の振るう刀のキレが凄まじいんだ。共演した役者たちが、この絵さんの刀は見えないと、本気で恐れたっていう逸話があるほどなのぜ。実際に共演している人が見えないっていうのは、本物の迫力ね。さらに宿敵を演じた品川祐二との掛け合いも絶妙でな。後のスローニン月影兵庫コンビを思わせる軽妙さがありつつ、抜刀した瞬間のピリついた空気感はこの絵にしか出せないものだぜ。豪快な十兵衛というキャラに、誰にも真似できない超高速の剣技を叩き込んだ。これこそが、昭和の時代劇が到達した剣技の最高峰なのぜ。第3位、勝新太郎、佐藤一物語、1962年、大英。第3位は勝新太郎さんの、座頭市物語よ。あの仕込み杖の刃、いつ見ても惚れ惚れしちゃうわ。ああ、だがこの盾が伝説なのは単に早いからじゃないぜ。かつて侮られ、いじめられてきた男の怒りと尊厳が、仕込み杖の一振りに宿っているからんだ。3年前まで笛を吹いて歩く閻魔だった一が、なぜ最強の剣客になったのか。その理由を語る伝説のセリフを一語一句漏らさず聞いてくれ。俺はね、めくらだとか、片輪だとか、そんなことを言ったって、別に文句は言いやしないよ。その通りだもんな。だけどね、たかがめくらだとか、めくらのくせに、こうめくらを侮った言い方をされると文句があるんだよ。すごく刺さる言葉ね。ただの暴力じゃない、魂の叫びだったのね。その通りだぜ。この直後、一は燃えるろうそくを放り上げ、空中で火がついたまま真っ二つに切る超絶技を見せてヤクザたちを戦慄させるんだ。独自の逆手切りは、目秋どもの鼻を明かすための執念の形だな。宿敵平手造主との橋の上での決闘も圧巻で、切った瞬間に崩れる友を背中越しに抱き留める姿には、言葉にできない悲哀が漂っているのぜ。勝ったのに悲しいなんて、最後も、なんだか切ない終わり方だったわね。ああ、友を切った杖を寺に預け、お種が松表街道を避けて、不器用に山道の裏道へと消えていく。白塗り2枚目から脱却し、ガニ股で泥臭く動きつつ、抜刀の瞬間だけ獣のような鋭さを見せる勝新太郎の圧倒的な存在感。この一作こそが、時代劇のヒーロー像を根底から変えた不滅の金字塔なのぜ。第2位、中台達也、切腹、1962年、松竹。第2位は中台達也さんの、切腹ね。タイトルからしてすごく重々しい雰囲気だけど、どんな盾が伝説と言われているのかしら？この作品での中台達也はな、武士道の虚飾を徹底的に暴き立てる、執念の塊のような浪人を演じているんだぜ。単なる剣技の凄さだけじゃなく、不条理な組織に対する個人の尊厳をかけた、魂の叫びが盾に宿っているのが最大の特徴なんだ。組織への弾劾。単なるかっこいいヒーローとは全然違うのね。ああ、その怒りの根源は、娘婿の求めが竹光で無残に腹を切らされたことにあるんだぜ。切れ主内でも大苦しむ悲劇を知った半四郎が、井伊家の家老である三国連太郎と対峙するシーンは、まさに火花散る眼力の応酬だぜ。そして、介錯人に指名した手だれ3人が病欠している理由として、懐から彼らの曲げを投げ出す場面は、見る者すべてを戦慄させる衝撃の展開なのぜ。曲げを切り落として投げ捨てるなんて、武士にとっては死ぬより恥ずかしいことよね。その通りだ。さらに伝説なのが丹波哲郎演じる被告郎との決闘シーンだな。
風吹き荒れる野原で、なんと本物の真剣を使用して撮影されたんだぜ。一歩間違えれば命を落とす極限の緊張感の中で放たれる一撃は、まさに視線を超えたリアリズムそのものだ。最後は井伊家の象徴である赤備えの鎧をなぎ倒し、数十人を相手に大立ち回りを演じるが、鉄砲によって非常に葬り去られるんだぜ。最後は鉄砲。あんなに強くても、組織の力には勝てなかったのね。所詮は武士の面目など表面だけを飾るものという言葉通り、最後は事件すべてが病死として闇に葬られるんだ。美学と虚無が入り混じったこの誠実な立ち回りこそ、昭和の時代劇が誇る最高峰の伝説なのぜ。第1位、三船敏郎、椿三十郎、1962年、東宝。第1位はやっぱりこの人、世界の三船こと三船敏郎さんの椿三十郎ね。これこそが一撃必殺という言葉の頂点にふさわしいわ。ああ、この映画のラストシーンこそ、時代劇における盾の概念を永遠に変えてしまった歴史的瞬間なんだぜ。三船敏郎の野生味あふれる凄みと、黒澤明監督が追求した徹底的なリアリズムが、それまでの踊りのような立ち回りを、本物の真剣勝負へと昇華させたのぜ。宿敵中台達也さんとの決闘。あの静寂からの衝撃は何度見ても鳥肌が立つわ。そうだぜ。約30秒間、互いに微動だにせず、呼吸だけで切り合う瞬間を待つ緊張感は、まさに息が止まるほどだ。そこからの抜刀はわずか数秒。三船の圧倒的なスピードで放たれた一撃で、心臓を貫かれた中台からおびただしい血が吹き出す演出は、世界中に強烈な衝撃を与えたんだぜ。あの噴水のような血飛沫、残酷美の原点になったのね。音もすごく生々しくて、まるでその場にいるような錯覚に陥るわ。音への執念も凄まじいぜ。丸ごとの鶏肉に割り箸を刺し、包丁で突くことで人が切られる音を作り上げたんだ。中盤で見せる、40秒間で30人を叩き切るシーンも、実際には40人近くを切ることで、圧倒的なリアルさとスピード感を表現しているんだぜ。三船という希代のスターにしか成し得ない神業だな。でも、勝った三十郎がどこか虚しそうなのが、この作品の深みよね。そこにこの作品の真髄がある。三十郎は最後に、本当にいい刀は鞘に入っているものという言葉を説くんだ。こいつも俺も鞘に入ってねえ刀だというセリフには、強すぎるがゆえの孤独と美学が詰まっている。この究極の一撃こそ、時代劇史上、空前絶後の伝説なのぜ。総評またはまとめ。今回は昭和の時代劇を彩った、伝説の盾シーンを振り返ってきたけど、どれもスターたちの命がけの熱量が凄まじかったわね。そうだな。CG やスタントが当たり前の現代から見れば、当時の盾は不器用で泥臭く見えるかもしれない。だが、一振りの刀に自身の生き様や哲学を込めたあの迫力は、当時のスターたちにしか出せない唯一無二の輝きだぜ。技術だけじゃない、人間の深みを感じる戦いだったわ。他にも紹介しきれなかった名シーンがたくさんありそうね。ああ、時代劇の歴史は一日にしてならずだ。もしお前たちの心に残っている最高の一撃があれば、ぜひコメント欄で教えてくれよな。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いするぜ。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。